始まりました R ズトークトーク MBTI を実践する放送局 MC の R です。よろしくお願いします。このチャンネルでは本を読んで独学で MBTI を暮らしに役立てるのが趣味の R が MBTI について思ったことなどをお話ししていきます。今回は枠を超えて常識をアップデート、洞窟を越えた先は MBTI という宇宙だったシリーズ。心的機能の序列って何？前回は MBTI のタイプはどう決まるのかというお話をしてみました。僕は自分の MBTI タイプが明確に決まることが大事だとは思わないという意見なんですけど、心的機能の序列の話はある程度イメージできる方がいいなと思うんです。今回はその理由も合わせて各タイプの違いが現れる部分でもある心的機能の序列についてお話ししてみようと思います。そもそも心的機能というのは前々回お話しした指標のうち SN 指標と TF 指標にあたる機能のことで、具体的には感覚 S、直感 N、思考 T、感情 F の4つです。これらは SN 指標にあたる知覚機能2つと TF 指標にあたる判断機能2つの2種類に分かれていて、そしてこの4つの機能すべてを全タイプが持っているんですよ。これが結構ややこしい部分でもあるんですけどね。そしてここで序列というものが関わってきます。序列という名前の通りで、心的機能には優先される度合いランキングがあるんです。つまり全てのタイプが同じ4つの心的機能を平等に持ってはいるけど、優先される度合いには差があるということです。ここが今回のメインテーマですね。この心的機能の序列と向きの組み合わせが各タイプを表すことになっていて、4つのアルファベットで表されている。それこそが MBTI のタイプの違いになるんです。面白いですよね。だからこそ自分のタイプを考えるよりも、まずは心的機能の序列というイメージについて考える方が MBTI を知っていく際には重要かなと思っています。それでは序列について順を追ってお話ししていきますね。まずは序列がどんな順番になっているかです。一番上は主機能と呼ばれます。この位置に来る機能はその人が一番自然にたくさん使う機能で、基本的にこの考え方をしていると言ってもいいものだそうです。2番目は補助機能と呼ばれます。補助機能は主機能と連動して働いていると言われている機能で、関係性として主機能を補助する関係になる機能が来るようになっています。後で詳しくお伝えしますね。3番目は第三機能と呼ばれます。この位置に来る機能は意識的に使っても思うような成果が得られないと言われていて、4番目に来る機能ほどではないけど、それほど自然に使われるわけではないことは間違いない位置です。そして最後、4番目が劣等機能と呼ばれます。劣等という言葉が使われているのでネガティブに聞こえますよね。これはただ位置の名前が劣等機能という名前というだけで、何かが劣っているというわけではありません。利き腕ではない方の手というふうに表現されることも多く、この位置に来る機能は最も馴染みのない考え方とも言われていて、意識的に使おうとしてもなかなかうまくいかない傾向が強くなります。こういう4段階に分かれるランキングが全てのタイプにあるわけです。そしてそれぞれの位置に来る機能には関係性があるというのも MBTI の面白いところなんですよね。補助機能の時に主機能を補助する関係になる機能が来ると表現しましたよね。これはどういうことかというと、4つの心的機能の中から1つが主機能になるわけですよね。その考え方がその人が一番自然にたくさんする考え方になります。もしそれが感覚 S だとしたら、知覚機能という情報を集める機能の考え方を一番自然にたくさんするということになりますよね。それを補助するために補助機能は自然と判断機能になると決まっています。
主機能も補助機能も知覚機能とか両方とも判断機能ということはありません。さらに向きも補い合っています。主機能が外向なら補助機能は内向。主機能が内向なら補助機能は外向になります。これが主機能と補助機能の主な関係性なんですよね。面白いですよね。僕はもう MBTI が面白くてしょうがないので何でも面白いんですけどね。そして次は劣等機能の位置に来る機能についてです。主機能と補助機能は知覚機能と判断機能で補い合っていました。劣等機能はというと主機能と同じ種類のもう一つの方の機能が来ることになっています。主機能が感覚 S の人は知覚機能が主機能になるので、知覚機能のもう一つの方である直感 N が劣等機能になります。そして向きも主機能とは逆向きになることになっています。もう徹底して苦手な考え方とも言えるかなと思います。向きの話などがわからない方は概要欄からこのシリーズの第2回目各指標についての話もぜひ参考にしてみてください。ここでなぜ主機能と同じ種類のもう一つの機能が劣等機能になるのかを考えてみると、その種類の考え方のうち主機能の方を一番自然に頻繁にしているのであれば、同じ種類のもう一つの方の機能はその分馴染みがなくなるのは自然なことなのかなと思いました。その人の考え方という全体を理解しやすくするために MBTI の心的機能のように分解しているものの、そもそもは各心的機能を意識的に使い分けているという話ではないんですよね。自然にする考え方の比重がそっちに寄っている人だねという分類なわけです。だから何かものを考えようと思い立った時に意識して主機能にあたる考え方を選んでから思考し始めているのではなく、もう思い立った時点で、もっと言えば思い立つ前からその人は常に主機能にあたる考え方が頭の中で走っている状態で生きていると言っていいんだと思います。そうなった場合にある意味生まれながらに偏った考え方をしているってことで、それを分解したとしたら MBTI の考え方のように心的機能があって序列があってという話にはなるものの、そもそもその人の考え方そのものが主機能の考え方の比重が高い状態で常に過ごしているということなんですよね。ちょっと入り組んだ話になってしまったんですけれども、だから劣等機能的な考え方に馴染みがないというのは決して苦手だから避けてるとか選んでこなかったから苦手になっちゃったということではなく、普通に過ごしていたらその考え方には馴染みがない状態になる考え方のタイプであるということだと思うんです。利き腕の利きを取って利きタイプみたいなことが MBTI の指標だったりもするんですよね。だから別の言い方をするならば、主機能的な考え方に寄っているので、同じ種類のもう一つの方の考え方を使う機会は少なくなるに決まっているということでもあると思います。ただそれを意識的にやっているわけではないということです。ここで4つのアルファベットでは何が表されているのか軽くお話ししてみようと思います。そもそもは各指標 EI、SN、TF、JP 指標のどちらを思考しているのか、自然に使われやすいのかという話なんですけど、それが分かることで心的機能の序列と向きも分かります。まずは EI 指標。EI 指標が分かることで主機能の向きが分かります。主機能の向きが分かると補助機能と劣等機能の向きも自然に分かりますよね。だから EI 指標が分かることで心的機能の向きが全て決まるということです。E の外向なら主機能は外向の機能になる。それを補うために補助機能は内向の機能になります。そして劣等機能は主機能と逆向きだから内向になる
ということです。そして SN 指標と TF 指標。SN 指標と TF 指標が分かると、主機能と補助機能に来る心的機能の組み合わせが分かります。もし ST なら、主機能と補助機能の組み合わせが感覚 S と思考 T になるということです。そして劣等機能は主機能ではない方になって、今まで言ってきませんでしたが、第3機能は補助機能ではない方の機能になります。最後 JP 指標。JP 指標が分かると、主機能補助機能のうち外項になっている方の機能が SN 指標の知覚機能なのか TF 指標の判断機能なのかが分かります。今までの例から考えたとして、外項 E、感覚 S、思考 T ときて判断的態度の J だとしたら、外項だから主機能が外項の機能になって判断的態度 J だから主機能が外項の判断機能思考 T で TE だと分かって補助機能は知覚機能で内項の SI だということが分かります。そして劣等機能は主機能ではない方の判断機能感情 F で内項だから FI。第3機能は向きがなく補助機能のもう一つの方で直感 Nということで ESTJ の心的機能は主機能から順に TE、SI、N、FI だということがわかるんですよね。この部分が僕が一番最初に MBTI に興味を持った点でした。このアルファベット4文字だけで心的機能をすべて理解できるようになっているという法則性が僕にとっては信憑性の高いものとして感じられたんですよね。そして通常各タイプの人たちはそのタイプの序列に合わせて心的機能を使っています。だから主機能が一番多く使われている。その次が補助機能、第3機能、劣等機能という順番になるということですよね。だけどそのバランスが崩れることが結構頻繁にあります。大げさに言うなら穏やかでいられてない時はもう常にバランスが崩れていると言っていいくらいなんですよね。だから怒ってる時、泣いてる時はもちろん人にきつく当たってしまうような防衛の姿勢が強くなっている時や必要以上に人のことがどうでもよくなってしまっているような状態の時もバランスが崩れているからという場合があります。特に顕著な状態としてインザグリップ状態というものがあります。これは劣等機能が考えの操縦桿を握ってしまっている状態とも言われていて、その人の考えの多くの部分を主機能が占めているはずなのに、その操縦桿をなぜか劣等機能が握ってしまっている状態ということなんですよ。こう言われるとすごくアンバランスなんだろうなというイメージがつきやすいんじゃないかなと思います。実際各タイプのインザグリップ状態の様子の特徴を見ていてもかなりバランスが失われている様子が見えてきます。こういった状態がいろいろあるのも MBTI のタイプが生まれながらのもので一生変わることがないからですよね。劣等機能を酷使していたらそれが主機能になるということはないんですよね。これも MBTI の面白いところだなと思います。こう考えると MBTI はその人の変わらないところの分類になっているのかもしれません。子供の頃から知っているあの人、大人になってもこういうところは変わらないなと思うことがありますよね。その根っこの部分には MBTI のタイプが現れているのかもしれません。さて、4回にわたって MBTI という宇宙シリーズお届けしてきました。いかがでしたでしょうか。次回からは MBTI の各指標によくあるイメージと MBTI の指標を比べるシリーズを始めます。ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。